はい、よいしょ、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。おー、これね。これ留め物じゃなくて今日のやつですもんね。おー、いいね。よし、じゃあこれもらいましょう。はい、ありがとうございます。よいしょ。氷見の天ぶりっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。氷見の天ぶりっていうことでね、今朝市場で買ってきました。これ値段がびっくりしたんです。キロ、この箱は2200円とかだったかな。で、これ大きさがこれが 10.7 なので、25000円ちょっと切ったぐらいのお値段だったと思います。めっちゃ安いです。今年氷見ぶりめっちゃお値打ち。なんか日本海の方すごくブリが取れてるみたいですね。氷見のブリというのは富山県産の美味しいブリとなってます。で、富山県で水揚げされた全部のブリにこの氷見のブリっていうのがつくわけではないんですよ。判定委員会が決定した期間に富山湾の定置網で漁獲され、氷見の魚市場で競られたブリのことを氷見ブリと初めて名乗れるということですね。大きさだとかその土地の基準に合格した、これはもう最高ですよっていうブリに名付けられる称号、それが富山湾の氷見の寒ブリですね。もうブリといったらもう氷見の寒ブリ、もう有名ですよね。ぶっちゃけこれめっちゃ高いんですよ。高い時だと僕見たことあるのだとキロ7000円ってやつ見たことありますね。なんでこれの3倍以上の値段です。今年はめっちゃ安い。なので買っちゃいました。まず開けていきましょうか。氷見のブリはこの青箱、これが特徴ですね。わあ、いいブリですね。こういう札もついてますね。令和6年取引業者番号が書いてあったり、管理番号がこう書いてありますね。一尾一尾しっかりと番号が貼られてますね。でもこれすごいなんか、こう透かすと定置網が浮かび上がるんですね。ほら、わかりますこれ。裏に印刷されてるわけではないですよ。この手板一つとってもすごくこだわってますね。というわけで今日はこちらの氷見の寒ブリを使って僕の大好きな料理、ブリしゃぶを作っていきたいと思います。久しぶりですね。いやブリ1年ぐらいさばいてないんじゃないかな。この時期はブリがうまいのでやっていきましょう。そしたらまずは鱗を取っていきます。僕はブリしゃぶ皮付きで食べるのがとても好きなんですよ。なのでこの段階で鱗は丁寧に取っておきたい。ここは絶対抜け目なく丁寧に取っていきます。意外とブリの鱗口に残るんですよね。養殖のブリは鱗がちっちゃくて、鱗ついてても、そこまで気にならないんですけど、この10キロ超えてくるブリっていうのは見てもらった方がいいかな。すげえ鱗でけえんですよね。これコンタクトレンズぐらいあるんですよ。なのでこれはしっかり取っておきたい。で、皮剥ぐ場合でもやっぱり鱗がない方が皮引く時に引きやすいです。それね、衛生的なので。なのでちょっとね、めんどくさいんですけど、鱗は取った方がいいですね。よく質問されるのが、皮引くのに鱗取る意味ありますかって質問いただくんですけど、やっぱなんで引くかというと、衛生面っていうのと、あと鱗を取った方が引きやすいです。一部例外がありますけどね。養殖のタイとかは鱗ビッチビチについた状態で皮引くっていうそういうやり方もあるんですけどね。でも僕はね、やっぱ衛生面考えると鱗は取りたいなっていうタイプなんですよね。で、鱗しっかり取った方がもう絶対皮目の白いところが残りやすいです。もう脂のある魚だったらなおさら。で、裏側も同じように綺麗に取っていきます。はい、そしたら鱗が綺麗に取れましたら、この段階で頭を落として内臓を取っていきます。内臓脂肪どうでしょうかね。カマの上、ここで落とします。この身の方にカマを残すやり方ですね。このヒレの後ろからこう入れるのがカマ下から入れると言います。僕はね、この顎のところに1本入れて、で立てた状態でここから包丁を入れます。で、ここで関節を探します。関節に入れば簡単に大きいブリの頭でも100円包丁ぐらいの包丁で落とすことができます。ちょっとね、この探すポイントがいるんですけど、20本ぐらいブリさばけばコツつかめると思います。いきますよ。こんな簡単に。この包丁がめちゃくちゃいいっていうのはあるんですけどね。ほいですごいなこれ。頭肉が真っ白。で、この頭肉をこうやって取るのもありですね。ザクッと。ここはもう煮付けとかにすると最高に美味しい。さあ、そしたらお腹割っていきます。カマから入れて肛門までいきます。そしたらパカッと。うわ、すごすぎ。何これ。綺麗な内臓。てか血抜きがバッチリですね。ほら、綺麗な内臓。美しいですね。で、僕この内臓でブリ大根するとすげえうまいって言ってやったことあるんですけど、あんま美味しくなかったです。脂くどすぎましたね。そしたら仕綿がありますんで、ここに V の字を入れて、これ鱗かきとかこういったもので書いて大まかにまずは取っていきます。これですね。そしたら次はブラシで仕上げ。さあ、できましたと。
はい、そしたら熟成する場合はもうこの状態までして寝かしてあげた方が間違いないですね。この内臓と血合い、エラとかそういった腐敗の原因になる場所は外して、それで冷蔵庫で寝かしてあげると。まあ寝かす場合はね、鱗取らなくてもいいかな。長期間寝かす場合は鱗はあえてついとった方がいいかもしれない。鱗だけは皮が傷まないんでね、まあ、食べるときに鱗を外すと。まあ賛否あるけどね、まあ、どれが正解かはね僕も分かりません。やっぱり熟成とかこういう魚さばきとか料理には正解はありませんからね、自分がいいと思う方法をやっていただけたらよろしいのかなと思います。そしたら今日は半身だけおろしますね。全部おろしちゃうとブリっていうのは色変わりがすごく早いです。骨で蓋をしといて、で食べるときにその蓋を取ってあげるっていうイメージですね。じゃあおろしていきます。まずは下に1本、すごく鮮度がいいですね。反対向けて、で背びれを触るとこう囲ってねはまる場所があるんですよ。ここに包丁を入れます。でそこからまっすぐ入れていってピッと。でブリは一見ヒレにトゲがなさそうなんですけど、美しいトゲがあるんですよ、ここに。なのでこうさばく時に油断するとここにブスッと刺さります。結構鋭いトゲがここにあります。でブリは結構ねバッチいんですよ。ブスッと刺さると割と腫れます。かゆ痛い感じになりますんで気をつけてくださいね。骨を感じて、この音です。こう入れて、ここまで来たらここが大事です。で開いて背骨のお山の部分に包丁を通して、で尻尾外して、はい、こんな感じで、こちら側は、冷蔵庫で寝かしておきます。でこの鮮度だったらね、氷水の中で熟成させとけばあと1週間ぐらいはいけますね。全部おろしちゃうとすぐに酸化しちゃいますんで、食べる分だけさばく。でもっと言うと、今日は配る人がいるんで肩身をおろしましたけど、このおろす時にちょっと肩身も多いなっていう場合は、ここで1本包丁を入れてこうおろしていくと。背中が欲しい場合は背中だけを抜く、お腹だけが欲しい場合はお腹だけを抜く、4分の1でおろしていくっていうのもいいと思いますよ。とにかくすぐに食べない場合は骨にくっつけといてあげる。ブリはこれが鉄則ですね。一番やっちゃダメなのはこうさばいて2日3日冷蔵庫で入れとくこと、これがダメ。そしたらこうやって残ってる血合いとかこうやって取っていきます。これ膜とかね、こういうのもきれいに落としていく。特にここ残りやすいです。内臓残りやすいのでこういうとこを取っていくと。で今回きれいに取れてますけど、血綿が取りきれてない場合はここに血綿残りますんで、その場合は包丁のこういうとここそげ取っていくと。でペーパーでよく拭いてあげますと。そしたらカマを落とします。ブリカマですね。でブリカマを大きく落として、カマの塩焼きで食べたい場合はもうこのままバスンとまっすぐ落としてもいいですね。ただブリカマそんなに作りたくないよって場合は、もうここら辺からできるだけ小さく、ここからこんな感じに落としてもいいと思います。そうすると本来カマにつく部分がこの身の方につきますんで、この部分ですね、この空いてる部分ですね、これがこっちについたってことです。はい、そしたら腹骨をすいていきます。こんな感じですね。ここまで入れたら若干包丁を浮かしてこんな感じで、ここら辺までしか入ってませんので、ここら辺まで来たら落としちゃう。であとは膜なので薄く取っていきます。しゃぶしゃぶにする場合は気にならない方は膜残したままでも大丈夫ですけどね、取っちゃった方が見栄えは綺麗ですね。はい、そしたらお節と目節で分けていきます。血合い骨がここに入ってますので、そこからまっすぐ1本脂の乗ったお腹側、こちらが目節ですね。今日はこちらをしゃぶしゃぶにしていきましょう。でこちらが肉厚な背中側ですね。こちらをお節と言います。氷見ぶりすごい脂あるんで、こっち側もしゃぶしゃぶで全然いけますけどね。こっちはこういう風に切って切り身にしていろんな料理に使ってもいいですし、好みですけど、ここ血合いが結構ついてますので、ここで血合いをある程度カットしてお刺身にしてもいいと思います。で切り身にこっち切っちゃいますね。高い方を上に持ってきます。こう見てもらうと分かりやすいですね。こういうお山になってますよね。山の山頂部分ですね。これが奥になるようにこう置いていきます。この角度に合わせて切っていきます。こう入れたらまっすぐ立ててこうですね。こんな感じで。でね、尻尾の方、こういうね虫がよくついてます。ほぼこの尻尾の方についてますね。この虫っていうのはブリセンチュって虫なんですけど、これ別に食べても問題ないんですけど、なんか気持ち悪いんで取りましょう。僕意図的に食べたことありますけど、そんなうまいもんじゃなかったです。なので取ればいいのかなと思います。アニサキスとはまた別のものです。
食べても問題はありません。好きな大きさにカットしていきます。あ、ここにもあったな。珍しいですね。お節のこんな上にいるの珍しい。大体ね、尻尾の方なんですけどね、どうしてもね、仕方ないんですよ。こんなね、1匹2万円のブリにもやっぱりこういう虫は入ってます。虫も寄りつくいい魚ってことです。はい、切り身にできました。あとはこれぶり大根してもいいし、煮付けしてもいいし、照り焼きしてもいいし、塩焼きしてもいいし、何でもうまいです。でこちらがアラですね。これはもうぶり大根ですよ。めちゃくちゃ美味しい。そしてね、僕畑やってるじゃないですか。大根がちょこちょこ収穫できる感じになってきたんで、取りに行きましょうか。はい、こちらです。僕が種をまいて一から作った大根。ちょっと根っこの障害が出ちゃってるのはですね、僕が初心者すぎてポット内に種を植えてで発芽したものを畑に移したからです。大根はなんかそれやっちゃうと根っこに障害が出ちゃうんですって。こういう風に大根は畑に直巻きで種をまかないとダメみたいです。勉強になりました。でも立派じゃないですか。初めてでこんないいのができたら上等じゃないですか。なので今日は美味しい大根と氷見のぶりでしゃぶしゃぶを作っていきたいと思います。メインは2つ。僕がね、家でよくやる食べ方がありますので、そちらやっていきたいと思います。この葉っぱもうまいんですよ。この葉っぱもね、大根の葉っぱ。そしたらしゃぶしゃぶはこの油の乗ったここ使いたいんで、尻尾の方、ここは使いません。ここは切り身にしてぶり大根やなんかに使いたいと思います。でも尻尾の方でもすごい油ですね。さあ、では切っていきます。で僕の最近ハマってる野菜、セリうまいです。でなめこも入れようかな。こんな感じのラインナップでいきます。大根とぶりだけでも十分なんですけどね、少し色合いが欲しいぞということで。ではまずこちら切っていきます。今日は長細お皿で半分はぶり、半分はお野菜、そういう感じで盛り付けていきますね。しゃぶしゃぶ、少し番が大きいのでここら辺で一回落とします。大トロの部分ですね、ここで落とす。そしたら切っていきますね。厚さは好みですが、僕はこのぐらいが好きですかね。薄すぎず厚すぎず5ミリぐらい、このぐらいで切っていきます。入れて皮までいったら包丁を立てて角をきれいにすると。素晴らしくないですか。この皮と身のこの脂ですよね、ここがうまい。そしたらこういう風にどんどん切っていきます。はい、このように切り終わりました。めちゃくちゃ綺麗ですね。このツヤ、油ののり最高。そしたら次大根。まずは形を揃えてあげます。でピーラーで少し皮めくります。皮ついたままでもいいんですけどね。でも今日は皮剥いちゃいます。そしたらちょっとここ曲がってるんで形をまっすぐにしましょうか。そしたらこの大根、すりおろし器でこの状態にします。このスライスでこのぐらいの大きさ。大根も超みずみずしい。取れたてってこんなみずみずしいんですね。で大根も同じように乗せていきます。大根ってしゃぶしゃぶにすごく合うんですよね。大根おろしにしてみぞれ鍋にしてもいいですし、つまぐらい細く切ってお鍋にドサッと入れてお鍋でしゃぶしゃぶしたら、出てくる時にその大根のつまも一緒につまんでタレにつけて食べるとかね、いろいろ大根はやり方があるんですけど、板状にするのがねうまいんですよ。最近の僕のトレンドです。今日ブリでやりますけど、これ豚肉でやってもめっちゃうまいんですよ。ポン酢で食べると最高にうまいです。めっちゃ簡単だしね。でセリですね。このセリはね、この根っこもめちゃうまいんですよね。ここおひたしにするとめちゃうまい。今日はこっちに用事があります。で仕上げになめこですね。はい、これでぶりしゃぶの完成。次はお出汁を作りましょう。さあ今日のお出汁はまずは利尻昆布かな。利尻としいたけもちょっと入れようかな。そしたら今日はソーダ節でいきましょうか。利尻昆布としいたけは水に戻してあります。そしたらこれをお鍋にジャー。めっちゃいいしいたけだなこれ。沸騰直前で昆布とはお別れ。出ていってもらいます。でしいたけは取り出して刻んでおきます。ほんとこれいい干し椎茸だな。いただき物なんですけど最高級品ですね。でここにソーダかつお節です。結構濃いめに出汁取ります。で粗削り節なんであっち使ったよ今の。手首はあかんて。で粗削り節なので5分から10分ぐらい煮立てます。はい、では
濃いお出汁が引けました。そしたらこしていきます。そしたらしゃぶしゃぶのお鍋にこちらのお出汁を入れて、でそこにお酒でお醤油でみりんですね。はい、これでしゃぶしゃぶの鍋スープの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。じゃあまずはぶりそのまま軽くしゃぶしゃぶして何もつけずにいただきましょう。こちらをよいしょ、しゃぶしゃぶ、もうほんと一瞬、もうこのぐらいで OK。 さっと色が変わるぐらいで、こちらをこのままいただきます。うまー、うわ、うまみがすごい。わ、いい油だな。やっぱブリは氷見がうまいな。やっぱ僕の住んでる地域でもブリ取れるんですけど、いやー、このクオリティのものには出会えないからな。悔しいけど。じゃあ次はしゃぶしゃぶしてポン酢をつけて、これでいただきます。めっちゃうまい。ブリしゃぶはポン酢よ。で、僕の好きな食べ方、自分の畑で採れた大根短冊状にスライスしたものをまずはブリより先に入れます。で、10秒ぐらい置きます。で、そしたら次ブリですね。ブリをしゃぶしゃぶして、ブリは3秒ぐらいこうできましたら、先ほどの大根とブリを一緒にこちらをでポン酢にたっぷりつけて、こちらをいただきます。うまっ。この大根のシャキシャキがいいアクセントになりますね。で、ブリは脂が強いので、こういったね、セリとかそういったものもしゃぶしゃぶして、セリも巻きつつ大根も一緒にこれをポン酢でいただきます。うまい。ポン酢大こぼし、セリがうまいな。で、これセリない場合は三つ葉でも OK。 今の時期三つ葉もめっちゃうまいんですよ。で、なめこね、なめこを入れていく。で、今回のなめこ大きいので一本一本にしてもいいですけど、かぶの場合はあんまり細かくしちゃうとお鍋でバラバラになっちゃって取りにくいので、これ3本まとめてとかそういう感じがいいと思います。そしたら火入れてる間にポン酢ですよ。ポン酢味変します。大量の柚子ね、これを絞っていきます。市販のポン酢にフレッシュな柚子果汁を追加。これで一気にうまくなる。しゃぶ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 、この状態が最高です。柚子ポン酢にくぐらせてご飯の上にのせて、こちらをいただきます。めちゃくちゃうまい。ポン酢がマジで美味しい。これブリとかこういう脂の乗った食材には柑橘強めのポン酢が合うね。市販でも柚子のポン酢とかいっぱいあると思うんですけど、やっぱ市販のものだとどうしても市販の柚子の味なんですよ。なんで一番好きなのは味ポンに僕はこういう風に柚子の果汁をダイレクトプラス、これが好き。一番美味しい。シンプルになめこだけでもめっちゃうまいですから。うめえ。で、お出汁も美味しいな。セリは常に鍋の端っこに、大根も浮かべて、どんだけでもいけてしまう。今からもう一本タラバガニを撮影しようと思ってるんですけど、これタラバガニ明日にしようかな。この素晴らしい余韻のまま今日は終わりたいな。これ素敵な状況になってます。大根ぶりなめこね。で、このなめこの傘にポン酢を入れていただきます。激うまです。このブリしゃぶはお鍋の中でブリをしゃぶしゃぶして、で上がってくるタイミングでこのお鍋の中に入ってる他のお野菜をこうつまんで味変して楽しむ、そういう料理です。ポン酢は自分なりにカスタム、ネギ入れてもいいですし、僕みたいに柚子入れてもいいですし、で柚子がなかなか売ってない場合はレモンとかそういったものでもいいと思いますしね。楽しみ方はもう人それぞれ。ブリがうまければ何をしゃぶしゃぶしてもうまいです。これだけ脂のあるブリって刺身だとそんなにいけないんですけど、しゃぶしゃぶで脂を落として他のさっぱりとした食材とポン酢で食べるとどんだけでも食べれちゃいます。いやー、ブリしゃぶはちょっとうまいな。これ飽きようがないな。明日もブリしゃぶでいいもんな。
でポン酢が薄くなったらポン酢は新しいのにします。もちろん柚子も足してね。うまい。はい、ということで今日はこちらの氷見のぶりしゃぶときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギロのやつ。ぶりしゃぶには銀色よ。あ、ちょっと調子づいた。あー、逆7対3、こういう日もあり。いただきます。うめえ。ビールとぶりしゃぶ合うな、やっぱ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場で見つけた氷見の寒ぶりを使ってぶりしゃぶを作ってみましたけども、めちゃくちゃ美味しかったですね。氷見の寒ぶり、これは日本の宝ですね。油が上品でほんと食べれちゃうんだよな。いい魚は脂くどくない。養殖のぶりも美味しいんですけど、養殖のぶりで同じことしたら僕はあの枚数食べれないと思います。で、今回みたいにあって皮ついたまましゃぶしゃぶにするとめっちゃうまいです。言い忘れてましたけど、めっちゃうまい。あれ魚っていうのはね、この皮と身の間、そして皮にも旨味がたっぷり入ってますんで、そこも惜しげもなく召し上がっていただくことでより美味しいぶりしゃぶになるのかなと思います。で、皮がついてるとしゃぶしゃぶした時にこの崩れにくいんですよね。利点ばっかなのでね、ぜひやってみてください。で、大根のあれがもうほんと助かるね。あれがあると落ち着く。ぶりしゃぶの食感に飽きてきたら、ああやって大根と一緒につまんだりだとか、あとセリの爽やかな風味を入れたりだとかね、なめこのつるっとした喉越しを入れてみたりだとか、いろんな食感で味わえるからぶりしゃぶは楽しい。で、ポン酢の柚子カスタム、あれはちょっとやってみてほしいですね。柚子売ってない場合は本当にレモンとかすだちとか、あとかぼすとか、もう今の時期だったらみかんとか、あとグレープフルーツとかも入れちゃっても面白いのかもしれませんね。柑橘プラスのポン酢めっちゃうまい。自家製でポン酢作ってもいいんですけど、ちょっと大変なんで、もう市販のポン酢にカスタムやってみてください。冬は魚のしゃぶしゃぶ美味しい時期ですね。もうちょっとしゃぶしゃぶの動画作ろう。畑の春菊とかも大きくなってきてますんでね、それも収穫したいし。というわけで今日はブリの動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。